コインを1枚投げてみます。表が出る確率は2分の1、裏が出る確率は2分の1ですから、コインを1回投げて表が出る回数は0になる確率が2分の1、1になる確率が2分の1です。それを棒グラフにしたのがこれです。同じことですけど、コインを3回投げてみます。そうすると表が出る回数は0か1か2か3ですけど、それらの確率は8分の1、8分の3、8分の3、8分の1なので、それをグラフにするとこうなります。コインを100回投げてみると、0から100の値を取るわけですけど、その確率を計算してグラフにしてみるとこうなります。今度はサイコロを投げてみます。サイコロを投げて1の目が出る確率は6分の1ですから、1回投げて1の目が出る回数は0となる確率は6分の5、1となる確率は6分の1です。サイコロを6回投げて1の目が出る回数、これぐらいの確率になると計算大変ですけど、0から6までの確率を求めてグラフにするとこんな感じになります。60回投げて1の目が出る回数は0から60ですけど、実際に計算してみると10の時が一番大きくて、20より大きい確率はほとんど0です。サイコロにしてもコインにしてもですね、投げる回数を大きくしていくとどんどんグラフが右にずれていって、だんだん山が潰れていった感じになりますけど、どちらにしてもそのグラフはこういう同じ形に近づいていくっていうことが感じられると思います。実はこのグラフはガウス分布と呼ばれるグラフであって、そのグラフはこのような式で書けるということが知られています。このような形っていうだけじゃなくて、もうこの式っていうことがちょっとややこしい式ですけど、この式っていうことがもうはっきり分かっているっていうことです。ガウス分布という名前は19世紀のドイツの数学者カール・フリードリヒ・ガウスの名前に由来しますけど、ガウスの肖像画がドイツのお札に使われていたことがありました。そして素敵なことにこの部分にはガウス分布のグラフとその数式が書かれています。今の話の中でコインとかサイコロとかで話をしましたけど、これは何もコインとかサイコロとかに限った話ではなくて、そのデータが身長であっても血圧であっても試験の点数であってもテレビの視聴率であっても、独立な思考の繰り返しを数多くしていくとガウス分布に近づくということが知られています。このことを中心極限定理と言います。つまりガウス分布というのは全ての分布の中で中心に位置する特別な分布だということです。ガウス分布に対する愛を語ってみました。